サムライチャンネル。皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。今日は週の前メンテガソリン編ということで、このね、ガソリンをね、しっかりと処理しておかないと、来期のね、エンジン始動に大きく影響しますんで、ぜひ最後までご覧ください。今ね、ちょっと静止画にしてね、一旦止めてるんですけど、このね、フィルターが今、ガソリンタンク内に見ていただけると思います。そしてこの下ね、ちょっと若干黒くなってるんですけど、私一回ね、錆びさせてしまったんですよね。この黒くなってるところはね、錆び止めの処置をしてあるんですけれども、なんでこうなったかというと、やっぱり野外での雪の降ってる時のね、給油ですね。タンク内に水や雪を入れてしまって長期間放置するとこのように錆びてしまうのでご注意ください。それですんで保管時はガソリンを抜くのがおすすめです。続いてキャブレター内のガソリンを抜いていきます。少し狭くてね作業はしづらいんですけど、このねマイナスドライバーでネジを回してあげるかペンチでもね回せるような仕組みになっているので、このようにガソリンが抜けてきた時の受け皿を用意してあげて、ネジを回していきます。そうしますとね、このようにガソリンが出てきますので、ガソリンが全部抜けきるまで、排出を続けます。今回下の受け皿がね、ちょっと溢れそうになってしまったので、中間はちょっとカットしてあるんですけれども、一度この受け皿のガソリンはね、押し上げてあります。で、燃料が全部抜けきりましたら、ネジを右に回して、バルブを止めておきます。この作業をやっておかないと、キャブレター内のガソリンが劣化して、エンジンがね、始動しなくなってしまう場合があるので、必ずこの作業は行うようにした方がいいと思います。抜いたガソリンはまた使用できますんで、携行缶の方に戻して再使用していきます。それと大切なことを言い忘れてたんですけど、必ず燃料コックをね、止めるにしてください。でないとね、下のバルブを開いた時にね、いつまで経っても止まりませんので、必ずね、燃料コックは止めるようにしてください。それから続いてね、燃料ろ過カップっていうのがついてます。今ちょうど外してるやつですね。ここでね、水だとか、あと異物ですね。こういったものをね、ろ過する部分なんですけれども、こちらもね、結構ゴミだとか、水分が溜まってることがあるので、こちらもね、外して清掃をやるといいと思います。燃料ろ過カップの取り外しはね、説明書にもね、シーズンオフには外して清掃するように記載されてるんですよね。それですんで、キャブレターのドレンボルトからの排出と、この燃料ろ過カップの清掃というのは、シーズンオフにはね、必ず行った方がいいと思います。私、このね、燃料ろ過カップっていうのを清掃するのを知らなくて、初めて外した際にはね、ほんとびっくりしました。中にね、結構異物みたいなやつがね、入ってるんですよね。それから毎年ね、外して清掃してるんですけれども、1年に1回清掃してるとね、そんなにね、こう汚れもなくて、こんな感じでね、非常に綺麗な状態を保っています。ただ外してね、やっぱりこう綺麗なのはね、いいんですけれども、やっぱりこの DIY の醍醐味ね、外した時に、うわ、こんなに汚れてるじゃんって言って、それをこう綺麗に清掃して取り付けるのが、こう快感なんですよね。そういうことでね、この綺麗なのはいいんですけれども、ちょっとね、物足りなさっていうのもこう感じるところではあります。見た目ね、綺麗かなと思ってたんですけど、やっぱりタオルとかでね、中拭き取ると、ちょっとなんかねっとりしたようなもんがね、今回付着していました。そんなことでやっぱりね、この部分はしっかり清掃した方がいいと思います。映像ではね、ちょっと映ってないんですけど、パーツクリーナーでね、一回きれいにしてから、それからタオルで拭き取りを行っています。きれいにしたら取り付けの方を行っていくんですけれども、取り付けを行う前に、ちょっとね、この中の映像っていうのはちょっとお見せできればと思って、今見ていただけるとわかるんですけれども、ちょっと映像が外れていて申し訳ないですが、この右側の小さい丸のとこですね、黒いね、リングがついてるんですけど、これね、パッキンです。パッキンがついてるので、取り外しの際は、このパッキンをね、なくさないようにしていただければと思います。私ね、もうこのままはまってるので、無理に外さずに、このままにしておいて、それでここにはめていくようにしています。それでは取り付けの方を行っていきます。必ずね、手で締め込んでいくことが大切かなというふうに思います。こんな風にね、手で回していって、で、回らなくなったら、今度ね、ラチェットの方で締めていきます。
私使ってるね、このスイベルラチェットのちょっと小ぶりなやつなんですけれども、これね、非常に具合がいいですね。こんな風にね、狭いとこでも入るし、角度をこう変えられて締められるので、非常におすすめです。説明書通りであれば、このキャブレターのドレンボルトからのガソリンの排出、それから燃料ろ過カップの清掃っていうのが説明書に記載されてるんですけれども、今回ね、このキャブレターの下の部分ですね、こちらをちょっと外したいと思います。キャブレターにね、問題がなければね、ここは外す必要もないんですけれども、昨年このね、ドレンのところから燃料がね、たまに垂れるようになって、おかしいなぁと思って外してみたんですよね。そしたらね、この底の部分に、サビだとかゴミがね、溜まっていて、燃料をね、排出した際に、そのゴミも一緒にね、そのルートから流れてきて、閉じた時にそのゴミを噛んでしまって、しっかり閉まらなくて燃料がね、垂れてたようなんですよね。昨年しっかりね、洗浄して錆止めもしましたんで、ちょっとそのね、経過を見てみたくて、今回外してみました。どんな風になってるかね、本当に楽しみですね。いいですね。綺麗になってますね。そしてどうしてもね、この構造上、今この金色のね、ポッチが飛び出してるんですけれども、ここからガソリンが排出されていくんですけど、どうしてもそれより下の部分ですね。ここにどうしてもガソリンが若干残ってしまうので、水やガソリンがね、どうしてもここの部分に溜まりやすくて、錆びやすくなってしまうのかなというふうに思います。それですんでね、この部分を毎年でなくていいので、定期的に洗浄してあげることが必要かなというふうに思っています。この部分にゴミや錆が溜まっていると、キャブレターを詰まらせて、故障の原因になってしまいますので、定期的にね、洗浄してやることも必要かなというふうに思います。これ今、キャブレターを下から撮影しているところなんですけど、ちょうどこれフロートですね。これが浮き沈みして、燃料の流量を調節している部品となります。見た目も非常に綺麗ですし、キャブレターにはね、特段問題もないので、このまま戻していくことにします。周りに見えているね、黒いゴムのリングがあると思うんですけれども、これがね、パッキンですね。それからこの下のカップのところにもね、パッキンがついているので、破れ等ないか確認をしておきます。それでは燃料カップの方をね、戻していくんですけれども、このカップね、止まる位置っていうのがね、どこでもいいみたいになってるんですけれど、燃料のドレンボルトの位置をね、ネジを回しやすい位置で止めるようにしてください。ドレンボルトの位置をね、変なところで止めてしまいますと、今度ね、燃料を排出するときにね、大変になってしまいますので、その部分にはね、注意していただけたらなというふうに思います。それで作業にね、自信がない方は、こういった部分はね、取り外しを行わないで、プロに任せた方がいいかなというふうに思います。この下のボルトも手でしっかり締めてから、レンチで締め付けていきます。あまりバカ力で締め付けないようにね、適切な力で締めることが大切かなというふうに思います。それでは収納前メンテガソリン編、これで終わりになります。最後までご覧いただきありがとうございます。皆さんからのグッドボタン、そしてチャンネル登録が私の動画作成の原動力です。応援よろしくお願いします。